今回デジタルマルチメーターといいまして、これをつなぐと 101.3V。 そうですね、ここに両方こうやって持てない時とか、はい、本体側当てておいて、でもう一個でこうやってっていうそれですね。使い方ができるんで。はい、お疲れ様です。前回はね、計測器シリーズで絶縁抵抗計、その次にクランプメーターときて、今回デジタルマルチメーターと言いまして、僕は正直なかなか使うことがないんですけど、あやんは使いますか？前の会社の時に使ってましたけどね。はい。使う人は使うということで、今回もまたアスロー社のデジタルマルチメーターということで、どのようなことができるのか見てみましょうか。はい。じゃあ箱開けますね。こっちか。はい、本体と、テストコードですね。トランジスタとかが測定できるらしくて、それ用のアダプター、クランプメーターのとこにもあったんですけど、温度測るサーモの測定コードですね。それとこいつで測定したデータをパソコンに吸い出せるみたいで、ここに USB がついてるんですけど、それ用の USB ケーブル、多分それ用だと思うんですけど、 CD ロムですね。とトリセツっていう感じの中身になってます。管理者の人とかね、そうですね、データ吸い出していいかもしれないですね。提出とかありますもんね、現場によってね。よく僕らテスターで一番使うのが電圧測定だと思うんで、電圧測定の方からいってみましょうか。ちょっといろいろ機能あるんですけどね、まず電圧からいきたいと思います。いっぱいあるんですけど、一つだけ黒色のとこがあって、こいつ固定みたいなんですよ、コド線は。一目瞭然。電圧測るとき、ここですね、V、オーム、ヘルツ、これがダイオードかで、コンデンサーのマークなんですけど、この辺り測定するときはこの場所なんで、ここにつなぎます。これで今電圧測るためのテストコードつなぎが完了したので、電圧ここですね、 V 直線と波線があるんで、直流交流どっちも測れるんで、まずこれ、電源入れると今 DC になってるんで、これ直流なのでセレクトボタンを押して AC 交流に切り替えます。でこれだとは普通にコンセントとか測るだけなんで、とりあえず延長コード持ってきました。でこれをつなぐと101.3V。そうですね、101.3 出ましたんで、これで電圧測定ができるっていう感じです。であといろいろついてるんですけど、これが抵抗測定ですね。抵抗ですね。今オープンなんでオーバーレンジ抵抗が無限の状態ですよね。これ当てると当然ゼロなので、ほぼほぼゼロになりますよと。でこれは抵抗測定するだけなんで音出ないです。もう一個ここにブザーマークあるんですけど、これに切り替えると、これ今切り替えて一発目ダイオードなんで、セレクトをして、そうですね。でこのベルマークになったら、これで同通チェックができる状態ですよね。僕らよく使うのはだいたいこの辺りかなと思います。そうですね。であといろいろちょっと機能あるんですけど、コンデンサーの容量測ったりとか、割とね電流測定できるところが多いんですよ。電流いいですね。アンペアもミリアンペアもマイクロアンペアかなまで測れるんで、多分この辺りになってくると、その電子工作とか機械工作の人ら向けの部分になってくると思うんで、そういう人らでも使えるような機械ですよね、これはね。10アンまでは測れるってことですかね、これ。そうですね、ここに10アンって書いてあるんで、10アンペアまでの測定はできるものになりますね。多分それ以上は中のヒューズが飛ぶんじゃないかなと思います。交流で測るってなったら、ちょっとこいつではどこまで測れるかなって、多分ケーブルオープンにしないと測れないと思うんで、やっぱそういうなってくるとクランプメーターかなっていう感じだと思いますけど、それとその測定関係以外でいくと、このボタン見てもらったら分かると思うんですけど、そうですね、これ長押しするとバックライトつきますんで、ちょっと暗いところでも使えるっていう感じですね。電圧の方に戻して、このボタンヘルツボタン反応しそうか、交流の方にしてから周波数マークを押すと、来たちょっと固まってたかな。関西 60Hz。そうですね。なのでこれで一周波数も測れるという感じですね。クランペーターの時にもありましたけど、温度測れるやつ、これもちょっと一回やってみたいと思います。温度測るのは、黒は同じ黒で、これですね、添付なんでこの隣同士ですね、ド C のところにして33度、
っていう感じで温度測れるんで、多分さっきのと同じようにちょっとヒートガンしてみたいと思います。じゃあ行きます。おお、上がってきた。すごいなこれ。クランプメーターの時と同様300までいけましたね。いけますね。という感じで、いろいろ結構マルチメーターっていうだけあって測定できるんで、電気屋以外でも機械屋さんとか電子工作やってる人とか、そういう人とか幅広く使えるものじゃないかなと思います。あとね、僕がいいなと思ったのがね、こその後ろですよね。うやってやれると。スタンドついてて起こせるんで、はい、卓上でなんか電子工作とかしてる時とか寝かしてると見にくいんで、それ起こしてできますよね。はい、それと僕が本体がちょっといいなと思ったのが、後ろにここに収納測定器仮につけといたりとか、あとこういう感じでつけれるんで、例えばから測定するときに両方こうやって持てないときとか、片側に本体持って本体側当てておいて、でもう一個でこうやってっていうそれですね、使い方ができるんで、両手がだけで作業できるようにはなるんで、これもいいかなと思いました。そのだるまもビスとかに引っ掛けれるってことですね。そうですね、ここで壁とかにこう引っ掛けれるようになってるんで、収納する時でもなんかどっかに引っ掛けて置いとけたりできるんで、そういう意味でもいいかなと思いますけど。ってことで、アスロー社のデジタルマルチメーターでした。こちらのお値段は11,800円となってます。あややんから詳しく紹介があったんですけど、これスタンドとかあったりいろいろと使えると思うんで、さまざまなことをする人とか1個買ってみてもいいのかなと思いました。ってことで、今回アスローシリーズ終わります。計測器今回3つやりましたんで、いろいろ見てみてください。ありがとうございました。とりあえず面白くしたいです、電気屋を。